いかにも素人臭いこちらの文字をこんな風に魅力的なネオン風ロゴデザインにする方法を紹介します。今回の動画を見るだけであなたの表現力が磨かれます。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。なんだか自分のデザインは素人っぽい、そんな風に感じたことはありませんか？その原因は実はセンスなどの問題ではなく、単に表現力のバリエーションが足りないだけかもしれません。今回この動画で解説する表現方法を知ることで、自分の引き出しが増え、誰でも素人っぽさから抜け出すことができます。今回はこちらのロゴデザインを題材に、素人っぽさを一撃で消し去る表現方法の磨き方を解説していきます。使用するソフトは Adobe Illustrator です。一応裏設定では使用用途も考えていて、使用用途はお酒を出すような夜のイベントやお祭り、YouTube のサムネイルなどを想定しています。この動画を見ればあなたの表現方法を引き上げてくれるはずですので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは楽しくわかりやすくをモットーに、デザイナーやクリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ていくうちにスキルアップするはずです。YouTube よりも本格的に学びたいという方は、私の有料講座もおすすめです。高評価とともに概要欄をチェックしてみてください。トレンドはグラデーション、背景の作成。では早速作っていきましょう。まずは背景から作成していきたいと思います。こちらの長方形ツールでこうやって背景作成していくわけなんですけれども、今っぽさを出すならグラデーション一択です。単色よりも圧倒的に華やかになるというか、今っぽく仕上がります。今必須のテクニックですね。で、やるときがウィンドウのグラデーションで、この四角形をグラデーションにしていきます。で、最近のイラストレーターのアップデートでグラデーションと相性が良くなっているのがスウォッチです。使いたい色をドラッグ&ドロップで設定していくことが可能です。で、角度を決めます。こんな感じでグラデーションツールでやると直感的に決めることができますということで、ビフォーアフターを比べてもらうと、単色でやった時よりも華やかな世界観が広がるような印象になります。グラデーションもね、今は簡単になってますんで、ぜひ試してみてください。ちなみに使った色のカラーコードはこちらです。アピアランスで作成、ネオン風文字デザイン。次に主役の文字デザインをしていきます。いろんなやり方があると思いますけれども、今回はアピアランスを使ってネオン風の文字にしていきたいと思います。文字をクリックして、ウィンドウのアピアランス、こちらでネオン風の文字に設定していきたいと思います。で、アピアランス使うときに文字の色、こちらをなしにしておいてください。で、この左下の新規線を追加。イラストレーターのアピアランスでは通常一つしかない塗りや線を複数にすることができます。例えば線なら複数追加することができて、この線に対して個別の色を設定したり、個別の効果をかけていったりすることができます。まさに無限大の可能性を秘めている機能ですよね。で、これを使ってネオン風にしていきたいと思います。で、色を白に設定しますと。すいません、ちょっとアピアランスの途中ですけれども、フォントを変えるの忘れてたんで、フォント変えていきたいと思います。このロゴデザという部分は、改正デコール。こちらでいきたいと思います。ネオンの部分が、メモワール丸。こちらでいきたいと思います。改正デコールは、以前紹介したフリーフォントで、メモワールは確か Adobe フォンツだったと思います。そうですね。このフォントを使ってやっていきたいと思います。
で、こちらの文字なんですけれども、太さをまず変えまして、5ポイントぐらいにしましょうかね。で、破線にしていきます。線パネル。ウィンドウの線から破線にしまして、線分128ポイント、間隔が12ポイントで設定されています。で、あとは先端を丸にしまして、角の形状を丸にしていきます。こうすることで穴の開いた文字になっていきます。線の端も今丸に設定しましたので丸くなってます。こうすることでネオンっぽいシルエットを簡単に出そうかなという狙いです。厳密なネオン管ではこんな風な破線ではないんですけれども、手軽かつスピーディーでそれっぽく見せるための省略手順だと思ってください。こういうスピード感プロでは大切なんでね。線を複製していきます。項目を複製。こちらの色はネオンらしい蛍光ピンク、こちらでいきたいと思います。これが今、白い線の下にピンク色の線が隠れている状態ですので、太さを上げていくとこんな感じで後ろからはみ出てきます。で、この線にさらにぼかしのガウスをかけていくと、ぼんやりとした光を表現することができます。で、さらにこれを複製していきます。より太い30ポイントぐらいで、今度はこの不透明度を少し下げます。少し下げますと、この時点でただ線が太くなっただけなんですが、ガウスも少し強めに設定して、ぼんやりとした光の部分をこちらで表現します。で、このまま同じ要領で長方形ツールで四角を描くとネオン管のような形で作成することができますと。こっちはちょっと破線がね、もう少し長くてもいいと思うんで破線を調節すると良いと思いますが、こんな感じでネオンの完成となります。で、最後に背景を彩る星空を作っていきます。やってはいけない効率の悪い作り方としては、一個ずつこうやって丸を描いていくような作り方ですね。これは効率が悪くてめっちゃ大変です。ではどうしたらいいのかと言ったら、ここは一つパターンを使ってしまいましょう。パターンはスウォッチパネルにですね、こう2つぐらいの丸を作成して、まとめてドラッグ&ドロップで登録すると、こういった形でですね、登録した丸がそのままパターンになります。なのでこれを応用していい感じに整えていくっていうのが普通のやり方だと思います。これでね、やっていけばできるんですけれども、もっと早いやり方があるんです。それがスクリプトを使うやり方です。適当に1個四角を作成しまして、星空にしたいような大きさ違いの丸をですね、2つ作成します。こんな状態ですかね。大きさ違いの丸を2つ作成します。で、まとめて選んで、ファイルのスクリプト、ランダム配置。そうすると、こんな感じで、大きさの指定ができますので、50くらいの100くらいで、密度が150ぐらい。このまま OK を押すと、150個の図形を配置しましたということで、こんな感じでランダムな配置が一撃で完了します。
これをスウォッチに登録してやると、簡単に星空が出来上がります。便利じゃないですか、これ。このスクリプトめっちゃ便利だと思うんですけれども、これね、私オリジナルのスクリプトなんです。で、どこで配布してるかというと、私の講座で配布しています。スクリプト使ったことないよっていう人でも使えるように、その使い方から説明しますし、他にもスクリプトだったり、ブラシだったりも付属してますんで、興味のある人はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。で、あと少しこの下側の方をぼかしていきたいと思いますので、ウィンドウの透明マスクを作成していきます。でこちら側をクリックしてもらって、白黒のグラデーションの四角を作成します。白黒のグラデーションになるように逆ですね。こうですかね。こんな感じで、このマスクに白黒のグラデーションをかけると、その部分黒が隠れて白が表示されるっていうような形で消えるようなグラデーションを作成することができます。ということで、あとは流れ星などを散らしたら、ということで、ロゴデザネオンの完成です。今回は今っぽいグラデーションの作り方、アピアランスで作るネオン文字、そして簡単なパターンの作り方について紹介いたしました。結局こういうテクニックを知っているかどうかということです。今日やったことを真似するだけでも引き出しが増えてグッドデザインが良くなるはずなんで、ぜひ試してみてください。ということで今回の動画は以上となります。イラストレーターの基礎をしっかり学べる私の本気の有料講座も大変好評をいただいています。また私のいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容も多数含んでいますので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。